あなたは第二次世界大戦終戦後の1945年以降も戦争を続けていた日本人がいたことをご存知でしょうか。1945年9月2日、大日本帝国政府はポツダム宣言を受け入れ、これにより第二次世界大戦は終結しました。しかしその後も人知れず戦い続けた日本兵がいたんです。最後の日本兵が見つかったのは第二次世界大戦後のフィリピンルバング島。若き探検家が単身ジャングルを捜索していた時のこと。茂みが突然揺れたかと思うと、そこに現れたのはガリガリに痩せて汚れた男。この男こそが探検家が探していた人物、小野田博夫さんであり、第二次世界大戦が生んだラストサムライなんです。小野田さんを見つけた探検家は日本語で話しかけました。戦争は終わっています。日本へ帰りましょう。しかし小野田さんは答えます。上官命令がないと動けないんだ。そう、小野田さんはずっと命令を待ち続けていたんです。29年もの間。終戦から29年を経て帰国したラストサムライ。投降の機会は何度もあったのになぜ戦い続けたのか。29年間小野田さんの心の奥底にあったのは強烈な忠誠心だったんです。オムライス食べたいし作ったし食べたよ、ケンちゃんです。令和のラストサムライっ子、やみやみです。本日ご紹介するのはですね、なんと終戦後29年にもわたりまだ戦い続けたある日本兵のお話なんです。29年も戦ってたら置いてきた赤ん坊が味噌汁になっちゃうわよ、これも。今回ねご紹介するね小野田さんの忠誠心に関してはね、結構世間でも賛否両論分かれたんですけど、今回ねちょっと皆さんね動画見ていただきながらね、どう思ったかね、メトラのみんなちょっとコメント欄に書いてね感想を教えていただきたいです。なぜ29年も戦う羽目になったのか。そこには敗戦と運命のいたずらが偶然重なってしまったんです。敗戦とジャングル。遡ることおよそ80年前の1944年の12月、フィリピンルバング島陸軍学校を卒業した小野田さんはこの地にフィリピン防衛戦の担当軍として派遣されます。そして大晦日の12月31日、島に到着。対米戦においてフィリピンは重要な地でした。当時アメリカ植民地であったフィリピンはアジアにおけるアメリカの拠点だったんです。そしてこのフィリピンを占拠することでアジアからアメリカを追い出すというのが日本の作戦。そして特にこの戦いにおいてルバング島は要となる島だったんです。ルバング島からはフィリピンの首都マニラから出港する戦艦航空機が一目瞭然だったんです。そんな大事な拠点の防衛戦に派遣された小野田さん。しかし実はその時点でルバング島の一部の日本軍には引き上げ命令が出ていました。新しい人材を送りつつも、もう敗戦が見込まれてたってこと？これ終戦までね9ヶ月を切るようなところではあったんで、もうね敗戦っていうのはね実質ねもう分かってたんでしょうね。そんな状況で日本軍の戦意が高いはずもないんです。さらに小野田さんには指揮権がなかったため隊員にまともに相手にされず、タイの統率はめちゃくちゃ。結果1945年2月にアメリカ軍の砲撃に撃破され、小野田さんたちはルバング島のジャングルへ逃げ込みます。こうしてジャングル生活が始まっちゃうわけね。そうなんです。そしてね最初ね小野田さん以外にも3名の兵士がいたんです。つまり計4名ですね。アメリカ軍に追われ逃げ込んだ慣れない土地の密林。アメリカ兵に見つかった後を考えると簡単にここを出ることはできないんです。この状況でまず考えるのはどうやって生き延びるかではないでしょうか。しかし小野田さんはジャングルへ逃げ込んだ後もアメリカ兵へ遊撃戦を繰り返し行っていました。なぜならただ生き延びるために逃げたわけではなかったから。ルバング島をアメリカから奪い返すまで戦いは終わらない。小野田さんはそう思っていたんです。でも普通さ、不安になるじゃない。いつまでこうやって生きてればいいんだろうってさ。でもねその不安からね、抜け出すチャンスがね小野田さんにやってくるんです。そんなジャングル生活を続けていた小野田さんに転機が訪れたのは1950年終戦から5年目のこと。なんと一緒に生活していた兵士の一人赤津さんがジャングルを出て投降したんです。これを見た小野田さんたちも彼に続きとはなりませんでした。投降には死の覚悟が必要。地元民の復讐に遭うかもしれないし、その国の法律で裁かれるかもしれない。実際投降した日本兵が地元民に銃殺されるという事件もあったんです。もしかしてさ、赤津さんって人も殺されちゃったんだ。赤津さんはね無事帰国できたんですよ、でその赤津さんのおかげでですね1954年にね小野田さんに投降のねチャンスが訪れるんです。最初のチャンスは1954年、ジャングルで過ごす小野田さんの耳に聞こえるはずのない声が。ヒロ、どこにいるんだ。戦争は終わったんだ。日本に帰ろう。
その声をなんと日本にいるはずの兄敏郎の声。小野田さん捜索隊として家族がルバング島へ来たんです。4年前に赤津さんが帰国したことで残留兵がいると判明したからなんです。これはもう絶対に出ていくやつじゃんこれ。ちゃうんです、なんとね小野田さんね家族の声が聞こえてたにもかかわらずね身を潜めてたんです。もう意味わからん。その後も1958年と1959年に捜索隊が派遣されたんですが、結局小野田さんが姿を見せることはありませんでした。ジャングルで息絶えてしまったのか。3回にわたる捜索も無念に終わり、親族も諦めの気持ちが強くなっていったんです。そしてついに1959年12月、遺体がないまま小野田さんの葬儀がなされます。親御さん辛かったわよこれは。まあねでもねこれだけではね終わらなかったんです。1972年、家族が希望を取り戻す出来事が2つ起こるんです。1つはグアム島に住んでいた残留兵横井さんが28年ぶりに帰国したこと。これにより今も生きている残留兵がいると証明されたんです。そして2つ目、小野田さんとルバング島に身を潜めていた戦友小塚さんの遺体が家族の元に届きました。実は戦友小塚さんはフィリピン警察によって射殺されていたんです。赤津さんの証言により小野田さんは亡くなった小塚さんと一緒にいることを家族は知っていたんです。射殺されるまで小塚さんはもちろん生きていた。そして届いたのは小塚さんの遺体のみ。つまり一緒にいたはずの小野田さんは今もジャングルで生きているのでは。希望を取り戻した家族は1972年と1973年に再度捜索隊を送ります。ヒロいるんだろ、出てきてくれ。しかし必死の捜索も虚しく、小野田さんが姿を現すことはありませんでした。27年もの時を共にジャングルで過ごした戦友小塚さんを失った小野田さん。逃げ込んだ時は4人だった残留兵もとうとう一人きりになってしまいました。ちなみにもう一人の戦友の島田さんは小塚さんよりも18年も前に亡くなっていたんです。孤独なジャングル生活、日本語どころか人の声すら聞こえない日々。それでも小野田さん捜索隊の呼びかけに無言を貫いたんです。しかし翌1974年、ついに孤独に耐えられなかったのか、小野田さんは探索隊の前に姿を現したんです。これさ、小野田さんってまだ日本に帰りたくなかったんじゃない？だってさ、日本がその時栄えてるなんて小野田さん分かるはずもないしさ、もう一回戻って戦場に連れ戻されちゃうとか思ってたんじゃないの？まあ、確かにね、小野田さん捜索隊もね同じことを考えていたんです。今の日本を知らない小野田さんは帰国することが恐ろしいのかもしれない。そう考えた探索隊は小野田さんを安心させるために新聞を残していきました。小野田さんはその新聞を読み、皇太子の結婚や東京オリンピックの開催も知っていたんです。日本がさ民主主義化してるってことも知ってたってことでしょ？いやそうなんですよ。でもねそれだけじゃないんです、なんとね世界情勢まで把握していたんです。終戦後も作戦の一環としてアメリカ軍レーダーサイトを遊撃していた小野田さん。戦利品を持ち帰ることも多くありました。そのうちの一つがトランジスタラジオ。このラジオをアメリカ軍基地の倉庫から奪取したワイヤーで改造、短波受信機を自作。英語がわかる小野田さんは各国のラジオ情報から独自に世界情勢を判断していたんです。ちなみに日系ラジオ社の中央競馬実況中継も楽しみに聞いてたんですよ。これさ、もうジャングル生活楽しんじゃってない小野田さん。まあここまで知っておいて小野田さんはなぜ投稿しなかったのか皆さん気になりませんか？なぜ投稿しなかったのか。そこには軍人たる小野田さんらしい考えがあったんです。戦争は終わった、日本は民主主義になった。そういった情報を目にするたび小野田さんは思います。終戦はアメリカによる欺瞞だ。今の日本はアメリカによる傀儡国家、亡命政権が満州国にあるはずだ。空想すごいわね、これも中二病レベルよこれも。でも忠誠心がすごいんですよね、まあね実はね小野田さんね士官学校を卒業してて、そこではですね、なんとね日本が占領された後もね、連合国軍と戦い続けるんだぜっていうね、こういうね謎の教えをね刷り込まれてたんですよ。忠誠心すごいわね。もうずっとそれに従ってんじゃないの？日本軍の教えを信じていた小野田さんは全ての情報を日本はまだ戦っていると思い込みを通して見ていたんです。捜索隊が終戦を呼びかければ家族はアメリカに騙されている、帰国すれば捕虜にされるに違いない、皇太子の結婚やオリンピック開催は日本を植民地にしたアメリカが世界に向けてパフォーマンスをしている、そう思い込んでいたんです。なるほど。中央競馬実況中継もアメリカのパフォーマンスって思ってたってこと？なわけないわよこれ。まあ、でもとは言いつつ楽しんでるけどね、だから小野田さんはフィリピン奪還に向けて日本軍の来援に備えていたんです。小野田さんにとってこれはただの思い込みではなく忠誠心でした。折れることなき日本軍への忠誠心が小野田さんを29年間も戦わせていたんです。この凄まじい忠誠心は日本でも関心を集め、小野田さんの性格や生い立ちが取り沙汰されていくことになります。
その当時ねマスコミとかでね軍人主義の権下だったりとか、軍国主義の亡霊とかね、最後の日本兵とかねいろんな言葉でね揶揄されてたそうなんですよね。どうしてさ、そこまで熱い忠誠心っていうのを持てたのかっていうのが未だに疑問なんだけど、そこにはね小野田さん自身のね生い立ちだったり性格っていうのもね大いに影響しているんです。意固地な忠誠心。小野田さんの性格を説明するときによく使われるのが意固地。例えば小野田さんの手記の執筆を務めた作家はこう言っています。小野田さんは戦争の終結を知っていたし、残地任務なんてなかった。ジャングルを出なかったのは意固地な性格のせい。他にも政府からの見舞い金100万円を断り続けたり、7年間無収入で牧場経営を続けたりといった意固地なエピソードがたくさんあるんです。政府からのね見舞い金についてね小野田さんねいらねえやこの野郎って言ったんですよね。政府がねもらえよって言ってね、もうもらわざるを得なかったんで、小野田さんね靖国神社にね全額寄付したんですよ。すごいもんね。めちゃくちゃ頑固ね、そこまでして断るって。頑固。そしてねその性格ね家族によりね形成されたものだったんです。小野田さんは和歌山県小野田家の四男として生まれました。長男と次男は東京帝国大学出身。しかし小野田さん自身は中学校を卒業。思うところがあったのか、就職した貿易会社では下っ端から努力を積み重ね、見事海外支店勤務に選ばれます。秀才兄弟と切磋琢磨しながら育った小野田さんは負けん気の強さと意固地さを身につけていくんです。さらに強烈なのが母親の玉江さん。教師をしていた玉江さんの教育は厳しいものでした。小学生の頃の小野田さんと玉江さんにはこんなエピソードがあるんです。その日学校で友人と喧嘩をしてしまった小野田少年。すでに負けん気が強くなっていた小野田さんは喧嘩相手がナイフを掴んだのを見て自分も刃物を掴んだんです。そして本当に刃物で友人を傷つけてしまったんです。学校から知らせを受けた玉江さんは大激怒。帰宅し小野田少年と二人きりになると担当を差し出します。責任を取って切腹しなさい。さすがの小野田さんも切腹はできず、二度と刃物を振り回さないと約束させたんです。後にね玉江さんがね小野田さんに語ったところによれば、もしね小野田さんがお腹をねパッてね裂いたらね、もう自分も一緒にね死ぬつもりだったらしいんですよ。すっごい母親。さらに小野田さんが出兵の際には、敵の捕虜になりそうな時は立派な最後を遂げてくださいとまたもや担当を渡されるんです。幸いこの担当に出番はなく、小野田さんは生きて日本へ帰ってきたんです。何があってもね帰ってきてねじゃねんかいっていうね話なんですけど、これは母親譲りね、完全に意固地さは。俺のお母さんもこんな感じだ。俺お母さんのことシン・ゴジラだと思ってるけど最近第4形態第5形態挟んで落ち着いてきてる。産んでくれてありがとう。そんなゴリゴリの軍人精神を持つ小野田さん、帰国後はねそのね国日本にね馴染むことができたんでしょうか。帰国後の生活。小野田さんの帰国はフィリピンでも日本でも大々的に報道されました。フィリピンでは大統領出席のもと投稿式が行われ、日本では特番が組まれ 45% の視聴率を記録。フィリピンでも日本でも多くの人が小野田さんの忠誠心を称えたんです。しかし肯定的な意見ばかりだったわけでもないんです。日本に帰った後も軍国主義的な発言が多い小野田さん。それを疑問視する声が多数あったのも事実なんです。小野田さんは奇襲攻撃によってルバング島の住民を殺していたため、フィリピンに見舞い金として3億円の税金が日本政府から支払われ、これも批判の対象になってしまったんです。小野田さん自身も帰国した日本に馴染めたわけではないんです。軍国主義を忘れ民主化を謳歌していた日本。小野田さんはこれを受け入れることができず、戻ってから1年でブラジルへ引っ越します。29年ぶりに日本に帰ったのにそうなの。いやよっぽどね生活しづらかったんでしょうね、それね。ブラジルへ渡った後は日本人の奥さんを得て牧場経営。それも順調に始まったわけではないんですが、10年で軌道に乗せました。牧場経営が安定した後は日本に戻り、小野田自然塾を主催。子供たちにサバイバル術を教えるんです。いやもうこれは小野田さんにふさわしい塾よ、これは、ね、やるわようやるわこれね。相当説得力あるよこれ。91歳という長寿でこの世を去った小野田さん。最後まで軍国主義を貫いたんです。戦争を誘発する危険な思想だと批判が上がる一方で、日本人が忘れた誇りを持ち続けた人という意見もあるんです。これちょっとデリケートなところだからさ、どの意見が正解だとか不正解っていう問題でもない気がするけどね、これね。そうですね。自分の頭で考え続けることっていうのがね、大事だと思うんですよね。メトラの皆さんも今回の小野田さんのことに関してね、どう思うかね、コメント欄でぜひ教えてみてください。そしてね、メトラの皆さん、そしてまだ登録していない皆さんね、よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。メトラになってね。